イスマイル S プロジェンにお住まいの皆様、グラサガ生活いかがお過ごしでしょうか。カレンゲームラボのカレンです。1周年イベントもだいぶ落ち着いてきて、燃え尽き症候群になってしまっている方へ朗報です。今回は今後実装される妖怪グラウンウェポン5つを一挙紹介していきたいと思います。韓国版の情報をもとに紹介しますので、ネタバレが気になる方は観覧注意です。それでは見てまいりましょう。一つ目の妖怪グラウンウェポンはよどみない棟梁主天童寺。本国版での実装時期は2021年10月28日頃となっていて、こちらはラス専用の妖怪グラウンウェポンとなっております。主天童寺のエピソード概要は、数万の妖怪軍団を束ねた妖怪王、人類を混乱の渦に巻き込み自分の国を建てようとするが、夢半ばで人間によって封印されてしまう。自分の積み重ねたものを全て失ってしまい、主天童寺に残された手段は契約者の心を支配して操り、過去の権力を取り戻そうと画策する。契約者を操り支配ってなかなかずる賢い感じで、ラスがどうやって主天童寺と向き合っていくか気になる感じです。続いては主天童寺の性能について。一般スキルスティグマ、突進して対象を処断する。単一の敵に 210% の物理ダメージ、敵に 100% の確率で15秒間やけどを付与。やけど状態の敵にダメージ 30% 増加、クールタイムは14秒。解放スキルパニシメント、剣を下ろして対象を処断する。単一の敵に 500% の物理ダメージ、敵に 100% の確率で15秒間やけどを付与。やけど状態の敵にダメージ 30% 増加、クールタイム110秒。パッシブスキルチームまたはパーティーに編成した全てのキャラに対して出血耐性 90% 付与。2つ目の妖怪グラウンウェポンは歩く幸い死人。準専用のグラウンウェポンとなっていて、本国版での実装時期は2021年11月18日頃。シニーのエピソード概要は、もともとは弱小の妖怪で大した能力もなかったが、持っている能力を極限まで生かし、長い年月を経て妖怪王と呼ばれるまでになった。自分の私腹を肥やすために激しい怒りと混乱を起こす。なんとなくわがままな感じのウェポンですかね。順に合ってそうな、意外と息が合いそうな、そんな感じがします。続いてシニーの性能について。一般スキルツインダークボール、災害の球体を飛ばしダメージを与える。単体の敵に 290% の魔法ダメージ、自分自身に15秒間クリティカルダメージ 6% 増加、最大 30% 増加。プールタイム11秒。解放スキルスイングダークボール、災害の球体を飛ばしダメージを与える。単体の敵に 490% の魔法ダメージ、自分自身に15秒間クリティカルダメージ 6% 増加、最大 30% 増加。プールタイム110秒。パッシブスキルチームまたはパーティーに編成した全てのキャラに対してダウン耐性 90% 付与。3つ目の妖怪グラウンウェポンは縛り付ける深淵土雲。カルト専用のグラウンウェポンとなっていて、本国版での実装時期は2022年5月19日頃。土雲のエピソード概要は、土雲は人間の人生に憧れた妖怪王。彼女は純粋に人は全て信念を持って美しく生きていて、人と一緒にいたいと考え、人々に尋ねに行ったが妖怪ということで追われることとなってしまう。仕方なく土雲は一緒にいたいという気持ちから人を拉致して強制的に共存を許容する。すげえなこれはいけないよ。連れて行かれた人たち困っちゃうよね。続いて土雲の性能について。一般スキルナイトメアウェブ、悪魔の力が込められた攻撃をする。悪魔の負債を召喚し、単一の敵に 200% 物理ダメージ、敵に 100% の確率で20秒間ゲームの毒を付与。ゲームの毒状態の敵にスキルダメージ 50% ダメージ付与。ゲームの毒5回重複時40秒間毒状態を付与。クールタイム8秒。解放スキルアドバント・オブ・アビス、深淵の妖怪土雲が現れ攻撃する。悪魔の負債を召喚し、単一の敵に 380% 物理ダメージ、敵に 100% の確率で20秒間ゲームの毒を付与。ゲームの毒状態の敵にスキルダメージ 50% ダメージ2回付与。クールタイム120秒。パッシブスキルデドリースパイダーウェブ、チームまたはパーティーに編成した全てのキャラに対してクリティカル 5% 付与。敵のヒットポイントが 10% 低くなるほどクリティカルダメージが 2% 増加、最大 10%。 4つ目の妖怪グラウンウェポンは折れないカゴヘソン。
ウィン専用の妖怪グランウェポンとなっていて、本国版での実装時期は2022年9月22日頃。ヘソンのエピソード概要は、弱者を保護する得意な妖怪王だった。一般的な妖怪たちのようにやたらと力を使うことはなく、高い知性を持って自分の原則を守ってきた。だが一部の妖怪や人間を偏愛し、規律や原則にも例外を置くなどの差別を起こし、その姿に反発する者たちが現れ、ヘソンは武力による残酷な行使を行ってしまう。なんて不器用なウェポンなんでしょうかね。賢そうなのに何かが足りない。続いてはヘソンの性能について。一般スキルストーンジャスティス。妖怪の力で地面を強打して敵を攻撃。範囲内の敵に 280% 物理ダメージ。敵の LP30% 減少。PVP で敵に 100% の確率で20秒間懲罰 10% 状態付与。この懲罰というのはスキル使用時最大ヒットポイント 10% 分のダメージを与えることができるようです。クールタイム21秒。解放スキルロックジャスティス。妖怪の力で地面を強打して敵を攻撃。範囲内の敵に 590% 物理ダメージ。敵に 100% の確率でスロー付与。 PVP で敵に 100% の確率で20秒間懲罰 20% 状態付与。クールタイム120秒。パッシブスキルジャッジメントパラライズ。チームまたはパーティーに編成した全てのキャラに対して麻痺耐性 90% 付与。5つ目の妖怪グランウェポンは伝説的な剣剣。オルタ専用の妖怪グランウェポンとなっていて、本国版での実装時期は2022年11月17日。剣のエピソード概要は、戦争で死んでいった人たちの念によって生まれた剣。彼は自分の前身である魔剣で数多くの人間と妖怪を殺し、妖怪王として名を振るった。剣は陽の花家の君主と激しい戦いを告げた末に敗北。その後剣は君主に従い、さらに強者たちとの戦いを渇望するグランウェポンとなった。続いて剣の性能について。一般スキルルナティックスラッシュ。剣の最初の剣で敵を攻撃する。敵単体に 130% 物理ダメージ。強化とクールタイム初期化。自分に10秒間封印された異物効果を付与。封印された異物2回重複時20秒間三陣機解放効果。三陣機解放。ボスダメージ 5% 増加。相性ダメージ 5% 増加。クールタイム12秒。交換スキルルナティックスラッシュ。剣第2の剣で敵を攻撃する。敵単体に 270% 物理ダメージ。自分に10秒間封印された異物効果付与。三陣機解放状態の時スキルダメージ 25% ダメージ付与。クールタイム12秒。解放スキルルナイクリプス。剣が現れ敵を攻撃する。範囲内の敵に 470% 魔法ダメージ。敵のヒットポイントが 10% 近くなるほどダメージ 5% 増加。最大 25%。クールタイム180秒。パッシブスキルディスペリングブレード。チームまたはパーティーに編成した全てのキャラに対して呪い耐性 90% 付与。はい、ここまでが各妖怪グランウェポンの紹介となります。翻訳の都合上若干違う可能性があるのですが、こうやってまとめてみるとグランウェポンも過去に色々あったんだなと改めて思いました。なんかこうもやっとしちゃうエピソードが多かったなといった印象。強いて言うなら剣は納得できるかなと。まあどれもこれも性能が高くぜひ使ってみたいウェポンなのですが、なかなか日本版では実装されないので、果たしていつになることやらといったところではあります。さすがにリリースから1年経過したので、これから徐々に実装されるかと思いますが、特に注目したいところは、今後イグノックスが登場する際にはラスの妖怪グランウェポンが実装されても良いような気がしております。ご存知の方も多いと思うのですが、イグノックスが主典同時を使用するとカラーリングが赤から青に変化する仕様。ちょっとした演出があるので、イグノックス登場前には出てても良いような気がしております。そこを皮切りに徐々に追加されていくのかなと考えております。かなりざっくりですが、平均3ヶ月間隔くらいのスパンで実装されるのではないでしょうか。天使グランウェポンを挟みつつ妖怪グランウェポンが交互に展開されるようなガチャサイクルになってそうな印象でもあります。ここはおいおい開発レターなどでも詳しくお知らせがあると思いますので、それを待ちたいと思います。はい、今回は本国版で実装されている妖怪グランウェポンを一挙紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。どれもこれも使ってみたいウェポンばかりですが、ガチャ運がないので入手できるかわからない。
ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。